这是一个石头，你想一下，一颗石头能够做什么？它可以拿来磨刀子，它也可以拿来做石雕，它甚至也会拿来做装饰。但接下来我们要介绍的这个东西，跟这块石头有息息相关。如果没有这块石头，它可是做不出来的。接下来我要用它开始来做这件事情，但是它没有办法一下就做好，它必须花很长的时间。而且听说这个地方它有400年的历史。我确定这颗石头能干嘛？你知道？它可以弄脏我的衣服啊！哦，あ、すみません、社長さん。お、辛抱できました。こんにちは。はい。はい。これ何のために？これはですね、はい。八丁味噌を作るときに大事な石なんですが、桶の上に乗せて、味噌を作る大事な石になります。因为八丁味噌需要3年的熟成时间。でも、まあこここのまま味噌をその中に置いたら、または石上に押したらどっか違いますか？石を乗せることにたくさん乗せますので、はい、そうすると味噌の中の水分を少なくしてあるんですね。チーズみたい。そうです。普通の味噌は柔らかいんですが、八丁味噌は硬く、それは長く熟成するためです。普段はもう3年。はい、足掛け3年と言いまして、少なくとも3年ですか？2夏2冬、2年以上。两次的冬天，反正要2年以上，对不对？これ上の石が大体重さはどのぐらいですか？上の石はですね、味噌の2分の1。この桶に味噌が6トン入ってますので、石が3トン乗っています。普通は八丁味噌が色が深いでしょ。はい。まあ多分味が濃い。はい。塩いっぱい入ってると思ったんです。でも塩が少ないですよね。塩を少なくして、なおかつ米は一切使っていません。米使わない？米は使いません。没有用米，他用豆而已，对不对？对。哎，我日文其实还是可以。对啊，那你干嘛把我叫进来？我就觉得旁边有一个人站着，我觉得比较舒服一点。它翻起来，刚刚翻起来哦，旁边这样的话，它的中间的地方，石头压的地方，有一点类似像酱油的颜色挤出来。这有可能就是刚刚社长说的，他挤的时候把水分挤掉，那个可能就是水分。社长说上面的这一层，就是我们看到压的有没有挤出来，它跟空气接触的地方，这边会把它铲掉。哎，这边有地震吗？ここ地震とか来ます？あります。はい。有曾经地震过，它塌下来过。76年間は特に影響なし。这次76年地震都没有影响。没有。哎，日本很常地震，它这样堆到技术好到一地震，它是不会影响。好，那接下来这都看你试试看什么味道了，好不好？好，现在社长要帮我们做这个味噌酱，然后做汉堡，来再做结合。酱，お願いします。はい。それでは。还有小抄哦。八丁味噌が主流です。ちょうどいい。はい。他说很硬，有多硬？比粘土再稍微软一点。今は新しい時間が経つともっと硬くなります。今 50g 入れました。で、みりんは50cc、50g。まずこれからあとワイン。これが時間かかるんですね。狭まってしまうので。料理の先生と一緒にちょっとやりたい失礼だ。一起他好紧张哦。社長さんが先生、専門家。でもこれ随分これちょっとこう甘みは調整してあげて、ちょっとお互いにちょっと食べてみましょう。はい。试一下，调一下甜味。它很特别的地方在哪边？就是でちょっと足るような気がします。じゃあ砂糖きび入れてみますか？ちょっと。他应该说他的一开始他把味淋跟味噌放上去，对不对？然后你吃的时候，它就是很明显就是味噌的味道。但是你白酒放进去之后，我们喝白酒有时候尾端会有一个葡萄酒的甜跟酸，还带点涩苦。哎，它就有一点那个味道。然后它可以把味噌的那个浓厚感，把它稍微解腻一点。あ、あれもうちょっといいや。もうそれではちょっと味見してみましょう。はい。どうですか？砂糖きび入れてみました。バッチリじゃん。よし。このタレはですね、八丁味噌の個性が生きているので、例えばピザに使ったり、あるいはナスにかけたり、あるいは
豆腐にかけたりはい。万能なんですね。サラダでもいいです。これね、もしみりんと砂糖もっと入れたらね、アイスクリームにかけても美味しいよ，いやいや。美味しい哦。这八丁味真的很方便哦。你看，因为做汉堡一般我们要放盐啊、放胡椒啊、放什么，它没有，它就直接把它放进去，盐分也够了，什么都有。一直看呢。いいじゃん。社長は普段でも料理するんですか？やらないです。やらない。いや、嫁さんがね、台所入るなって言うから。那多火火再不怎么样。こんな感じですか。いただきます。さ嗯，不错呢，あ、うまい。美味しい美味しい。哦，素晴らしい。没有加蛋，没有加洋葱，只是豆腐、味噌跟肉。它肉是牛肉跟猪肉，这样吃起来，猪肉大概8%，牛肉大概80%，猪肉是20%。它没有放盐，但它的8丁味噌放进去拌一拌，就刚刚好了。颜色这么深，你看起来你会以为说它很咸，完全没有。味噌味很重。好，接下来让我来做一做简单的拉面，好不好？先说你要做什么？我今天做拉面。とりあえず肉味噌を作ります。あ、肉味噌。はい。油いらないで。もう肉の中油もう結構いっぱいありますから。豚だけですか？そうそうそう。你在家里面如果说你要煮一个像这样的肉味噌，你把它煮起来，那以后你要煮味噌汤，就从冰箱挖一球起来放到水里面，然后拌一拌，然后稍微滚一下，它就是味噌汤，所以是肉味的味噌汤。你看现在我没有放油，里面这么多油出来，它大概要炒到什么程度？炒到它那个水不见只剩下油，因为现在炒出来的话还是有那个猪肉的一个特殊的膻味。那如果你把水分炒掉之后，只剩下油的时候，肉就会变香，へえ。なるほど。对吧？现在开始这个就是油了，你可以闻闻看现在的味道还是很香，豆腐意面炒一炒吗？那个猪油味啊，没有，因为蒜头会容易苦，葱先进来。ネギを先に入れます。おお。そっち。これが。然后这个时候可以放一点香油进来，ごま油。然后在炒的过程当中，油会把葱的味道炒出来，就会有葱油在里面。この炒めてる間にネギの香りも入ってきます。你可以现在再闻看又不一样も。う一度また違う。ごま油が入る。肉入れます。お。好，现在把蒜头放进来。そうです。好香哦。好，蒜头放进来之后，接下来放砂糖，因为现在放砂糖之后，砂糖下去炒，它会有一个焦糖香，色が変わってきましたね。颜色也会变。いいかもしれない。おお。这边的味道会很重，因为这边是汤的来源。这样先放着，可能还会再加。哦，おお。しっかり変わってきた。また香りがぐっと強調された。然后再来一点点豆瓣酱。豆瓣酱。豆瓣酱。这个不辣的。それからしない。好，这个的话就是一般在家里面，放一点再来一点酱就好了。一般在家里面，你要炒一个这个酱的话，你就把它炒起来。好，那现在这边炒的时候，我要放一个对起来就比较不好意思的，但是我一定要放的花生酱。台湾人喜欢的。それはですね、台湾の人はなんですかこれ。大好きなピーナッツ。ピおーナッツバター。
方には申し訳ないんですけど、うん今日は台湾人向けのはいじゃあこれからうんスープ作ります。はい。あこれはピーナッツ入れる。どうですか？これはまたうまいよ。本当に簡単に。那挺好。对啊。いただきます。いただきます。満足じゃ。满足啊。うん。美味しいですね。うん。嗯，嗯，它是因为这个跟一般我们所吃到的，比如在日本吃的担担面不一样，是它颜色偏比较深，因为我是用巴丁味增，它巴丁味增它的盐分比其实没有那么多，跟我们想象中看到黑深色你就觉得味道很重，其实还好，但它的味增的那个豆香是非常明显的，大家都可以试试看，没有停哦。好，来这边看了很多巴丁味增的制作方式，也学到了很多的观念，我觉得这是以前我所接触到味增没有接触到的，这是很谢谢社长。今回はいろいろとありがとうございあます。ありがとうございます。本当に美味しく。ねサンクス。ありがとうございました。美味しくいただきました。